松田さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。今回はですね、2月5、6で東京ドームの横のプリズムホールで行われた世界ラン展に行った報告をしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。今回はですね、2月5日の初日に行ったんですよ。で、最初ですね、オープン前に並ぼうかなと思ったんですけど、ちょっと時間をずらしてた方が行列は少ないかなと思って1時間ぐらいずらして1時間か、30分ぐらいずらして入ったんですけど、多かったですね。やっぱりね、入場まで約40分ぐらいかかったのかな。はい。たくさん、人がいて、にぎわっていました。はい。その中ですね、並んで大体そうですね、3分の1ぐらい進んだところで、チータンさんに声をかけていただいてですね、どうもありがとうございました。パッとしか話せなかったというか、挨拶ができなかったんですよ。中で多分お会いできるかなと思っていたんですけど、中も混雑してですね、チータンさんを探し出すことはできませんでした。すいません。今回はですね、もう声かけてもらってありがとうございました。まさかああいうところで声かけてもらうとは思いませんでした。どうもありがとうございました。またこれからもよろしくお願いします。ですね、入場に関してはだいたい40分ぐらい待って入れました。行列がですね、1列、2列、3列目ぐらいまで入ってしまってですね、結構、大変でしたね。で、入ってからも人が多くてですね、もう見ることはできない、あんまりゆっくり見ることはできなかったんですけど、夕方になって空いてきて、その時にちょっと空いてきたところで写真をたくさん撮ったというところでしたですね。で、販売コーナーもたくさんあってですね、もう販売コーナーももうぎゅうぎゅうでゆっくり見れないんですよね。そういうところで賑わっていました。はい。そこら辺もですね、ちょっと映像をたくさん撮ってるんで、映像を紹介しながらちょっと感想を述べていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。松田さんが撮ったんですよね。松田さんが撮りましたよ。で、撮った直後、2、30分したらもう容量がいっぱいで映りませんって言われてどうしたもんかと思って、カゴ取ったやつの消去をやっと探し出して30分ぐらい消去してましたねでやっと撮れるようになってですね、もう何千枚かカメラなんか入ってるんで、そこへも苦労したところですね。いや、これ撮れなかったらどうしようと思って入ってすぐやったからですねなんとか撮れました。結局写真で300、400枚、動画で2、30分は撮ったんじゃないかと思うんですね。で、その中でちょうど特徴があったところだけちょっと今日は紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。この映像を見てもらうといいかなと思うんですよね。ですね、この映像は去年ラン展の大賞を取った作品の品集ですね。多分同じ人が出したんじゃないかと思うんですよね。デンドロビウムですね。すごく綺麗でした。こういう感じでたくさん咲いてくれていてですね、すごく綺麗ですよね。これ作るのに、去年は5年ぐらいで作れるんじゃないかと言ったら、YouTuber の方がそんなもんじゃできませんよというようなコメントいただいたみたいで失礼しましたいやでも実際10年ぐらいかかってるんでしょうね。それも温度管理ばっちりして、何百万か何千万かのハウスじゃないとこんなの多分できないと思うんですよね。で、温度管理ビチッとして15度以上とか20度以上とかして、夏は冷房入れたりしてるんでしょうね。そういう方じゃないと多分こういうのを作れないと思うんですよね。うちは期待すぎてこんな感じでできるかどうか今挑戦中ですよ。これはですね、大賞の映像です。今年はパフィオが載ってました。今年の大賞パフィオ。そうですね、パフィオでした。世界ラン展花と緑の祭典大賞作品です。これはですね、夕方入って正面から撮ったやつですね。やっと撮れたっていう感じです。パフィオ、こんな感じで、でもこんな咲かせるの難しいでしょうね。こんな感じで、花立ちも結構多くてですね、でここに審査評価が出ています。審査評価ですね。これは詳しい方が
説明していますんで、はい、これが大賞を取った理由がここに書いてありますね。はい、今年のパフィオは大賞はですね、パフィオということで、花立ちも多くてきれいに咲いていました。はい、そういうところでパフィオはなかなか花咲かせるのは難しいみたいなんですよね。それを通常あんまり咲かないんですか？咲かせるのが難しいという話ですよね。であれだけの輪生を咲かせて管理されているのは、でこの時期に完璧な花立ち姿で咲かせるのは難しいと思うんですよね。はい、私もパフィオはちょっと取り扱っていないんでちょっと難しそうなので手を出しませんでした温度も結構いるんじゃないかと思ってですね、はい、パフィオはちょっと作っておりません。はい、デンドロが主なんで、はい、そういうところです。世界大賞、はい、いろんな映像で出てくると思うんですけど、今回は、グルカラマラの映像でこういう感じで出すことができます。はい、この映像もですね、すごくもうボリューム感たっぷりのやつでしたね。この会場で一番株出しが良かったんじゃないかというようなシンビジウムですよね。はい、こういう感じです。あれもう映った。いいんですか？はい、これはですね、今この入賞作品を撮っているところですね。はい、はい、入賞作品を一つずつ取っていったところで、はい、奨励賞とかですね、トロフィー賞とかいろいろあります。このまんま、はい、映像を流していきますけれども、ここが入賞作品の展示コーナーです。入ってすぐですね、エントランスを過ぎてすぐあるコーナーですね。はい、ここのはもう特別にいいものだということで紹介されている入賞作品の部門ですね。はい、はい、何回もここ撮ってますね。はい、ここがですね、カトリアコーナーですね。はい、日本大賞を選ぶのにエントリーされたコーナーですね。この中から日本大賞が選ばれたという形になっているコーナーですね。カトリア、むちゃくちゃいろんな種類があります。これなんかすごい株立ちですよね。はい、本当ここまで咲かせるのむちゃ難しいと思うんですよね。花の向きとかも揃えなくちゃいけないし、いろんな種類があります。よくこの日に合わせてここまで咲かせたなと思いますね。はい、これがカトレアコーナーですね。本当むちゃいっぱい種類があります。好きな方はもう多分欲しがるようなやつばっかりですよね。この花の向きを調整するのも難しいみたいですよね。はい、すごく、はい、綺麗なのがいっぱい咲いていました。カトレアはカトレアだけのコーナーがあってですね、そこに展示されていました。ですから見やすいですよね。カトレアが好きな方はここら辺に行くと見れますので、はい、これも綺麗なやつですね。はい、結構綺麗なカトレアでしたですね。白の大輪がいっぱい咲いてるのとかですね、いろいろあります。はい、カトレアコーナー、ここはですね、夕方に撮ったんで、人が少なかったんで、結構ゆっくり撮れました。これがポリプロポンというやつで、株出しで結構面白いのがあったんで、ちょっと映像を撮ってみますね。ポリプロポン、はい、株立ちになってますね。うちも今3鉢ぐらい株立ちで作ってるんですけど、綺麗な株立ちポリプロポン、はい、これもブーケみたいに作ってるんですよね。はい、これもうちちょっと今苗作ってるんですけどね、と株立ちも作っていて、育てやすいで増えやすいし、これは、また面白いのかなと思っています。今板付けにしているのが何個かありますね。ポリプロポン、はい、ここはですね、洋蘭を使った切り花コーナー、フラワーアレンジコーナーなんですよね。ブーケとかアレンジとか結構あったところなんですけど、はい、全体じゃなくてカット映像とかそんなのが入っていますんで、ここはアレンジのところですね。
カット映像でちょっといろんなところ全体じゃなくてちょっとカットして、カット映像というような形で出しています。はい。一応洋ランを主に使ってアレンジをしてくださいというコーナーですよね。はい。皆さん工夫されていろんなデザインをされていましたですね。切り花コーナーです。フラワーアレンジメントというコーナーでこう出していましたね。もう手の込んだむっちゃ大変作るのに時間がかかりそうなやつばっかりです。はい。でも、何千人何万人の人が見てくれるからですね、作りがいはあるんでしょうね。はい。洋ランをメインに使ったフラワーアレンジメントコーナーなんですよね。コチョウランとかうまく使ってるし、よく見るとむちゃくちゃ細かい細工がしてあるんですよね。はい。夕方人がいない時にやっとコットを取れたっていう感じ。これが一番特別賞をもらった作品ですね。この映像が。はい。皆さん工夫されてますよね。このカット映像もなかなか綺麗なんで写真ついたてとか作ると面白いのかなと思ったりしたこともあるんですけどね。はい。この作品がこのフラワーアレンジメントで最優秀賞になったやつですね。はい。最優秀賞、この中で一番素晴らしかったということで、入賞したやつですね。こんな感じであります。はい。他のやつのこれがアレンジメントですね。皆さんいろんな工夫をして作っておられますね。はい、フラワーアレンジを勉強されている方は、結構面白い映像になっているのかなと思いますね。はい。独特な工夫をしてアレンジされていますね。はい、ここからコチョウランの展示コーナーになっています。これも日本大賞を選ぶのにこの中から日本大賞が選ばれたという形になっているコーナーですよね。展示作品コーナーです。はい。黄色とかいろいろありますね。コチョウランの中にいろんな模様が入っていたりとかするのもいっぱいありました。ミニコチョウラン、中輪コチョウランとか大輪の白系とかいっぱいありますね。こういう感じで、コチョウランの展示コーナーがありましたですね。ここがですねエントランスホールの入ったところですね。両壁にこう綺麗なランが飾ってありました。いつもはここぎゅうぎゅうになるところなんですけど、今回は通行スペースが取ってあってなかなか入りやすかったかなと思っています。はい。入り口エントランス入ってすぐの右のコーナーですね。はい。これがバンダですよね。バンダの綺麗な模様が入った色でした。で大株でたくさん花が咲いていたんで、これも奨励賞ですね。この映像はですね、展示コーナーであったところですね。はい。これもすごく綺麗な株立ちになっていましたね。はい。売店コーナーで苗が売っていました。綺麗な株立ちで、はい、もう本当にこの時期にこれだけ咲かせるのは大変かなと思いますね。ここはいろんな種類が展示されていたところですね。はい。こんなところいろんなやつが咲いております。ここはやはり入賞作品で先ほど撮ったやつと違った植物を出しているところですね、花をですね。はい。これがオンシジウムですよね。オンシジウムの入賞作品になります。コチョウランとかこの辺は入賞作品で、表彰されたブースになっておりますね。
先の左側で、これは確か右側じゃなかったかな、カトリアですよね。はい、こんな方に同じ方に向いて咲かせるのも難しいみたいですよね。これがデンドロビウム、多分山本さんのじゃないかな。はい、これが右側の展示コーナーですね。はい、これがカトリアの、コルク付けだったですね。根がしっかり張ってて、こういうのをつけれればいいなと思っているところでした。はい、これがですねデンドロビウムです。はい、去年大賞を取った8つの品種と多分同じだと思うんですよね。はい、こういう形でたくさんバルブがあってきれいに花が咲いています。はい、ここまでするのはむちゃ大変だと思いますね。でこの期間に、咲かせるのは相当温度管理をされてやらないと咲かないと思うんで、これはジゴペテラムかな。はいはい、香りがいいということで、これが風蘭でしょうね。黄色い風蘭、これも香りがしてましたね。株が結構いいですよね。はい、こんな感じ。これは何でしょう。はい、全てここは香りがいい花ばっかりのコーナーです。カトリアです。これもいい香りがしていました。はい、フレグランス特別賞っていうやつですね。香りがいいやつの特別です。ここからですねパフェオコーナーですね。いろんな種類のパフェオがありました。いろんな形の花ですね。独特な花ですよね。はい、でも結構咲かせるの難しいんじゃないかと言われてますけど、皆さんきれいにこの時期に咲かせておられますよね。多分これ温度が多分いったんじゃないかな、咲かせるの。きれいな形、独特にいろんな形があってですね、咲いてくれていました。パフィオもですね販売コーナーにたくさん売っていましたんで、好きな方は、はい、展示品見ながら物が選べるんじゃないかと思いますね。欲しいやつですね。ここからコチョウランコーナーですね。これなんかすごく不思議な模様が入ってますよね。はい、上のなんか特に、なんか文字が書いてあるのかなと最初思ったぐらいなんですよね。はい、独特な花柄でしたですね。こんなのもたくさん輪数立ってるし、はい、ここがコチョウランの展示コーナーです。いろんなのがありましたですね。はい、綺麗な株立ちで本当にこの時期にこんな完璧な姿で花を咲かせるのは難しいでしょうね。特にコチョウランは寒さに弱いんで結構加温しないとこんな感じで今の時期に咲かせることはできないと思います。はい、もう本当にいろんな形の模様がありますね。これがミニコチョウラン系統ですかね。今流行っていますね。どっかの店では30日間水やりしなくていいですよということで販売していたところがありましたですね。管理が楽ですよと。でもコチョウランは冬の寒さに弱いんで、結構皆さん気をつけてください。寒さに結構弱いです。冬はほとんど水をやらなくて大丈夫なんで、月に1回ぐらいの水やりで、対応できると思います。はい、こんな感じいっぱいありますよね。はい、こんな感じでたくさん並んでおります。ここからはですねデンドロビウムの展示コーナーです。ほとんど山本デンドロビウムさんの作品じゃないかと思います。このコーナーはですね。はい、いろんな色があります。よく咲かせますよね、こんな感じでこの時期に。はい、でこれがですね私が作っているスノーフェスティバルというですねデンドロビウムの仲間でスノーフェスティバル、うちも今何輪かつぼみが出ております。